皆さんこんにちは。日本語レオです。ということで、今回お話ししていくのは、日本で最も使われているアプリトップ10。このテーマについてお話ししていきたいなというふうに思います。日本では YouTube みたいな皆さんも使ってるけど、日本人もたくさん使っているよっていうようなアプリもあれば、皆さんが聞いたことのない、馴染みのないアプリだけど、日本人はすごくたくさん使っている。そういうね、アプリってたくさんあるんですね。なので、今回の動画では、日本人が最も使っているアプリトップ10ということで、ランキング形式でお話ししていきたいなというふうに思います。今回は、アップエイプというアプリをね、分析するサービスがあるんですけど、そちらの2023年1月のレポートを元にお話ししていきたいなと思います。この動画を見ることによって日本語を勉強しながら日本人が実際にどんなアプリを使っているのか、そしてそのアプリをどのように使っているのか、そういうことについてね、お話ししていきたいなというふうに思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。そしてこの動画は前編と後編に分かれてます。実はこのアプリのランキングをいろいろね、調べていく上で、第10位から第6位までは日本の企業だったんですけど、第5位から第1位は海外の企業だったんですね。なので、この動画前編では、日本で使われているアプリについて詳しくお話しさせていただいて、後半の動画では海外のアプリを日本ではどのように使っているのかっていうことについてお話ししていきたいなというふうに思います。ということでやっていきましょう。はい、というわけで、まず前編ということで第10位から第6位までお話しさせていただきたいなというふうに思うんですけども、まず第10位からいきましょう。第10位はメルカリです。はい、メルカリですね。メルカリっていうのはフリマアプリです。フリマっていうのはフリーマーケットっていうのの略称なんですけど、簡単に言うと、インターネットで中古の商品を買うことができるよ。そういうアプリがメルカリなんですね。日本にはたくさんのフリマアプリがあるんですけど、その中でもメルカリというのは一番使われているアプリでございます。はい。これは買いたい人と売りたい人をマッチングさせるアプリなんですけど、僕はね、買う側も売る側もやります。はい。すごく便利ですね。使ってみるととても便利なアプリです。で、メルカリって売る側にすごくメリットがあって、それは何なのかっていうと、すごく発送が便利なんですね。商品が売れた時に、売る人は自分が持っているものを梱包、例えば段ボールとか、プチプチって呼ばれるようなね、こういうの緩衝材っていう風に言うんですけど、それでね、商品を包んで段ボールに入れて、商品を発送しないといけないんですね。で、メルカリっていうのはコンビニと連携しているので、例えば僕はよくセブンイレブンを使ってメルカリのね、売れた商品を発送するんですけど、そこでは段ボール、メルカリ専用の段ボールだったりとか、実際にアプリとその段ボールを持っていけば、お金をね、そこで払わずに実際に発送することができるんですね。それは実際に取引が終わったら、その売上の中からその手数料とか送料っていうのが引かれるっていう風なね、そういう仕組みなんですね。僕はそれはすごくね、便利だなと思っているし、別にお金がない状態でも実際に商品を売ることができるっていうのはとてもね、いいアプリでございます。はい、というわけでね、第10位はメルカリでした。第9位行きましょう。第9位は楽天市場ショッピングアプリです。はい。こちらはね、何なのかっていうと、楽天市場っていう日本の企業の EC サイトのアプリでございます。はい。これは何なのかっていうと、簡単に言うとね、皆さんご存知の Amazon と似たようなサービスです。はい。日本では Amazon か楽天かっていう風に、あるんですけど、本当にね、どっちの
サイトでも好きなね、ものだったりとかっていうのを実際売ってるんですね。うん。だから、実際その Amazon 派、それとも楽天市場派みたいな風に、好き好きに分かれて、実際にこう、好みです。もう完全に好み。僕はね、どちらかというと Amazon を使う人なんですけど、楽天市場で実際に商品を買う時もあります。楽天っていうのはその楽天市場だけじゃなくて、楽天カードとか楽天証券っていう株の取引ですね。株の取引だったりとか、あとはね、楽天イーグルスって言って、プロ野球集団もね、運営したりとか、そういうような結構いろいろね、たくさんのことをやっている。そういう企業なんですけど、そちらの EC サイトがこちらのね、楽天ショッピングアプリでございます。はい。はい。ということで次行きましょう。次、第8位は PayPay でございます。はい。PayPay っていうのは QR コード決済アプリです。QR コードっていうのは QR コードですね。こっちかなこっちかなそうそう。そして、決済というのは払う。お金を支払うこと。これをね、決済と言います。はい。要するに、普段、コンビニとかスーパーとか、ね、で、支払うときに、ペイペイでって言ってね、支払う専用のアプリ。これがペイペイというアプリですね。日本には、決済アプリってたくさんあるんですけど、その中でもペイペイは最も使われているアプリなんじゃないかなと思います。はい。僕もね、普段ね、ペイペイ使ってます。はい。ただ、普段使っているとはいえ、アプリは入れているだけなんですね。普段はクレジットカードとか支払うんですけど、例えば友達と一緒にお買い物をして、で、自分が先に、じゃあ僕が代わりに払っとくよと。で、後で割り勘。こういうのね、支払いを分けると言って割り勘っていう風に言うんですけど、そういう時に、じゃあ、自分ペイペイ持ってるから、じゃあペイペイ送ってよって言って、実際に送ってもらう。そういうようなね、使い方をしてます。そういうようなね、アプリがペイペイでございます。はい。すごく、割り勘がしやすくって、お金のね、送金もしやすいので、とても便利なアプリですね。はい。ということで、第8位が PayPay でした。はい。ということで、次やっていきましょうか。次はですね、D 払いです。はい。D 払いっていうのは、さっきの PayPay と同じ、QR コードのね、決済アプリなんですけど、これはね、NTT ドコモというところが運営しているアプリ、サービスですね。で、使い方はね、PayPay と、似たような感じなんですけど、このね、NTT ドコモっていうのはね、大手通信キャリアの一つなんです。日本では大手通信キャリア4つあるんですね。で1つ目がさっき紹介したドコモ。2つ目が au。3つ目がソフトバンク。で、4つ目がさっき紹介した楽天市場を運営している楽天から出ている楽天モバイルっていう4つのね、大手通信キャリアがあるんですね。で、その中の一つが NTT ドコモというようなものでございます。はい。結構一つの会社がいろいろなサービスをして、お客さんをたくさん、同じ会社としてサービスをたくさん提供するっていうことをね、日本の企業はよくやってますね。はい。というわけで、第7位が、D 払いですね。僕はちょっとね、D 払いはね、あんまりちょっと、ペイペイ使ったことないけど、D 払いあんま使ったことないので、はい、このあたりで、次行きましょう。ということで、最後行きましょう。第6位です。はい。第6位は、Yahoo Japan アプリです。はい。Yahoo Japan アプリっていうのは、検索をするためのアプリです。それ以外にもたくさんの機能はあるんですけど、大きい機能としては、この検索、皆さんが Google で使うような調べるときに使うアプリ。それがね、Yahoo Japan アプリでございます。はい。正直僕は Google を使うので、検索をするときには。なので、あんまりね、Yahoo Japan アプリは使わないんですけど、一個だけね、僕が使うときがあるんですよ。それはね、地震があったときです。
日本って災害大国って言われるぐらい結構地震だったりとか、最近の例で言うと大雨とかね、あるんですけど、僕はね、必ず地震が起きた時には Yahoo! ジャパンアプリを見るんです。これちょっと言うね、あんまイメージつかないと思うので、ちょっとわかりやすく説明するんですけど、皆さんが日本にいて、僕の場合ですよ。実際に、じゃあ地震が起こりましたと。あ、なんか揺れてんなって。なんか揺れてるんですよ。その時に、僕が知りたいことって2つあるんですよ。それは、どこで起きたのか、そしてどのくらいの大きさなのかっていうこの2つを知る必要があるんですね。どこで起きたのかっていうのを震源地って言って、どのくらいの大きさなのかっていうのを震度、もしくはマグニチュードって言います。はい。で、それをね、実際に確認したいんですけど、これはマグニチュード4だなとかってできないですよ。その震源地のね、マグニチュードは。どのぐらい揺れてるのかっていうのは肌感覚でわかるけど、じゃあ実際の震源地がどのくらいの大きさなのかっていうのはわからないし、どこで起きたのかっていうのもわからないんですね。そういう時に Yahoo! Japan アプリをこうやって起動すると、一番最初のね、画面のところに、どこで起きたの？震源地、そして震度っていうのが表示されるんですよ。だから、あ、ここって、近いんだとか、結構遠いのに、ここまで来たんだ、みたいな、そういうことを知ることができる。そういうのがね、Yahoo! Japan アプリなんですね。なので、すごく僕はこういう時に使ってますね。もしさ、旅行来たりとか、実際に住むってなった時にね、あんまり地震ってね、体験することないと思うので、すごく不安なことがあると思うんですけど、僕みたいにね、とりあえず地震出てきたら、どこなんだろう。どこで地震が起きたんだろう。そして、どのくらいの大きさなんだろうっていうのを調べてみるといいと思います。はい。というわけでね、今回は前半ということで、最も使われているアプリランキングということでご紹介させていただきました。後半はですね、皆さんが知っているアプリが日本でどのように使われているのかっていうことをね、実際にランキング形式でお話ししていきたいなというふうに思いますので、お楽しみください。ということでありがとうございます。バイバイ。